はい、どうも、有手です。今回は前回走らせたこちらのコミカルタムテックギアの作り方について解説いたします。見ての通り、基本はタムテックギアのシャーシにコミカルアバンテのボディを組み合わせただけなので、そこは皆さんが独自に組み合わせていただければ良いかなと思いますが、私なりに組み合わせ方法とシャーシへのこだわりポイントがあり、以下6項目にあたってそちらを解説していきたいと思います。また、前回動画に出ていたダンシングライダーに関しては、以前に作り方の解説動画を作っているので、そちらを参考にしてください。はい、思惑以上にタムテックギアのシャーシとコミカルアバンテのスケール感がバッチリすぎて自分でも驚いていますが、こちらのバギー意外とリアルバギーっぽいなって思われたのではないでしょうか。そう思ったあなたはかなりバギーを見る目が肥えています。実はこちらのバギー、コンセプトアイデアは実在するクロスカートという小型バギーから着想を得ています。クロスカートで YouTube を検索していただくとかっこいい映像がたくさん出てくるので、皆さんも見てみてくださいね。このようにリアルなスケール感のおかげで可愛く豪快なアクションが入るのではないでしょうか。それではボディの加工方法について解説していきたいと思います。ボディはフロント部分と本体で分かれており、あとボディの後ろはこのように結構バッサリと切っていて、ウイングを前に寄せています。これをこのように少し斜めに取り付けているので、斜めっている部分を、ここの部分を水平に切り落とします。なお、この絵ではすでにホイールアーチも少し大きく拡大していますね。ホイールアーチはそのままだと干渉していたので、ギリギリ当たらない程度に拡大しています。フロント部分は粘土で台座を作って両面テープで固定しています。ボディの固定は後ろは何も固定してないですが、モーターカバーでちょうど引っかかるようにできており、前はこの部分に穴を開けて下から長いネジを仕込んで留めています。最初はこのように小さいネジで留めていましたが、どこかでなくしてしまったので、今はダンパー等を固定するピンで留めています。リアウィングは電子パーツ用の台座パーツを使用して高さを出しています。概要欄にこちらパーツのリンクを載せておくので、詳しくはそこから調べてください。フロントの軽い足回りが良い感じです。これはもともとついていたスプリングダンパーのスプリングをオプションスプリングの一番柔らかいものに変更しています。リアのダンパーはうちにあったタミヤの CVA ダンパーミニ2を取り付けていますが、長さ的にはちょうど良かったです。次、T-SEC と受信機はタムテックギアの標準の一体型のままです。モーターはタミヤの370タイプのブラックモーターを使用しており、ピニオンは付属の一番波数の多い高速なものにしております。もう少しスピードが欲しいところですが、380モーターやブラシ S に変更するとなるとドライバーのスペースがなくなるので、これで我慢しております。実は一番重要なセッティングかもしれない重量バランスについてです。このタムテックギア、予想通り後ろ寄りの荷重バランスで標準ではかなりオーバーステアです。フロントが跳ねて食いつかないので操縦が難しいです。そこで自分はこのようにリポバッテリーをなるべくフロント寄りに搭載することで荷重バランスを調節しました。バッテリーが重いため、この効果は抜群でフロントの食いつきがかなり良くなりました。バッテリーを前側に寄せるために、後ろからコードを通すためにこの辺りに大きな穴を開けてバッテリーコードのスペースを確保しています。このタムテックギアは軽く軽快に走るバランスに優れていますが、その軽快さゆえのステアリングサーボの小ささとトルクの弱さを保護するためにサーボセーバーが過保護仕様でこのようにグラグラです。今回スピードを上げているせいもあり、高速でカーブを曲がるとハンドルをニュートロルに戻したつもりでも戻ってきません。反対側に少し切ってあげれば良いのですが、ちょっと面倒なので自分はジャイロを入れちゃいました。なくてもタムテックギア本来の楽しさは十分感じられますが、あるとかなり操縦が楽になります。あと、この過保護セーバーの挙動をなくすために
サーボセーバーにナイロンバンドを巻きつけて固くするようなことでも解消されますが、この弱いサーボが壊れそうなのでおすすめしません。さて、個人的に一番こだわっている人形についてです。やはりリアル感のある車は絵になります。今回はコミカルながらもリアルな世界観を醸し出すために、シャーシ中央部に大きめのコックピットを用意して、ドライバーの膝まで見える形で再現しました。またドライバーは取り外して、頭をフルボディの人形に乗せ替えて遊ぶこともできます。あと細かいこだわりですが、近くで走りをよく見ると人形が揺れているのが分かりますでしょうか。これはあえて人形を固定しないでこのような動きをするようにしています。ですが人形を固定しないと、人形のヘルメットがフロントガラスに当たってボディがそこだけ擦れて傷がついてきてしまいます。なのでよく見るとヘルメットが当たるところだけセルテープが貼ってあり、傷がつかないようになっています。細かいこだわりです。はい、今回のコミカルアバンテとタムテックギアでクロスカートを再現してみました。いかがでしたでしょうか。コミカルなようで何気にリアルさを追求したこちらのコミカルタムテックギア。当チャンネルではこのようなリアルなバギーを追求しております。こちらの動画もぜひ見てみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。アリテスでした。バイバイ。